こんにちは、ライフオーゾンです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで今回はですね、ちょっと前に触れた新しい撮影機材のお話なんですけれども、何本か前の動画でもですね、タイトルのところにこのカメラで撮影しましたよっていうような、ものをつけてるんですけれども、それでお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、新しく導入したのはですね、このライカの SL2S というカメラです。ライカっていうと写真を撮るM 型ライカとかですね、あの辺りがとっても有名なんで、なかなかこういうミラーレスのカメラっていうのは少ないというか、使ってる方も少ないのかなというふうに思うんですけれども、今回映像の撮影用として導入しました。でこの SL2S っていうモデル、ざっとスペック的な概要を見ていただくとこんな感じで、カメラにお詳しい方だとなんとなくわかると思うんですけれども、めちゃめちゃ高画素でとか、めちゃくちゃハイスペックでとかいう感じのカメラでは実はないんですね。ただソニーでいうところの α7S3 のようにですね、比較的動画の撮影に向いてるっていうレベルでちょっと舵を切ってるかなっていうようなスペックになっています。でその証拠に今だったら当たり前なんですけれども、普通のビデオガンマの撮影だけじゃなくて、いわゆるログ撮影って言われてる撮影の設定ができたりとか、あと動画の中でも 4K フルハイとか、あと 60p、48、30、24っていったようないろんなコマ数で、撮れるような設定もあるので、動画にある程度特化したカメラかなというところです。でじゃあどうなの実際このカメラっていうと、正直言うと今現行の国産の例えばキヤノンとかニコン、ソニーっていうような、メーカーのラインナップから比べるとトータルの性能っていうのは、例えば AF はものすごい遅いですし、その上あんまり正確じゃないです。特に動画とかで動いてるものをオートフォーカスで追尾するときにはかなり外れる可能性が高いですね。っていうことであったりとか、あと例えばファームウェアがですね、国産機のようななんていうんですかね、ファームウェアの操作っていうかメニューの操作で困るようなことがなかったりとか、そういう部分でもちょっとって思うところはなくはないカメラですので、非常に癖が強いカメラです。でただなんですけども、何個か前の動画でもこのカメラで撮った映像があるんですけれども、出てくる絵がですね半端じゃないですね。以前私富士フィルムの GFX100S っていうモデルも使っていて、あれはセンサーのサイズがもっと大きくて、1億画素っていう画素数のあるすごく細かいものまで、しかも大きな写真で撮れるものがあるんですけれども、でそのカメラはすごく立体感が表現できるカメラで、すごいなっていう本当に印象を持つカメラなんですけれども、ちょっとベクトルは違うんですけれども、それに負けず劣らずの立体感を描写してくれるカメラですね。でライカなんで写真がいいのは正直言って当然だと思ってます。で加えて動画でその立体感があったりとか、ものすごい描写を出してくれるっていうのがね、すごい気に入ってますね。でちょっとこのシーンとか見ていただけると分かるんですけれども、なんていうんですかね、金属の質感だったりとかが、明るいところと暗いところのコントラストだったりとかがすごくですね、そのモニター、スマートフォンで見るとねちょっとなかなか伝わらないかもしれないんですけれども、モニター越しにそこにある実在感っていうんですかね、そこに明らかに物がある、平面のモニターなのにそこに物があるんじゃないかと思わせてくれるような描写っていうのが、ものすごい映像に説得力を増してくれて、私的にはすごい好みのカメラになりましたね。でなんでだろうってちょっと思ったんですね、このカメラがそういう絵を出してくれるっていうのは。でいろいろ調べたりとか、いろんな方のインタビュー記事とかを読んでいく中で、
ちょっと私の金銭に触れるじゃないですけども、あっと思ったのは、ライカっていうメーカーは、レンズが全てだと。レンズが受け取った光をいかに忠実に再現するかっていうのがボディであるというような、意味合いのことが書かれていたんですね。で、なるほどと、そこでちょっと納得したんですけれども、もちろん今私がメインで使っているこのソニーの α7S3 っていうカメラで使ってるレンズは、メインで使ってるのが、24mm、70mm の GM レンズっていうものなんですけれども、これもめちゃくちゃいいカメラだし、出てくる絵はすごいいいんですけども、何が違うかっていうと、おそらく私の感覚の問題なんですけど、ライカで撮った映像っていうのはまずレンズありき、レンズがいかにいい光を拾ってくるか、通過してくるか、それを忠実にボディが再現するっていうのに対して、ソニーはレンズとボディ一体でいい絵を作っていこうねっていう感じなんですよね。だからボディの比重が結構あるというか、センサーで受け取った情報をしっかり画像エンジンで処理して、絵で叩き出してくれる。ライカっていうのはどちらかというと、レンズで受け取った絵が全てで、それをただただ忠実に画像に変換しているっていうのがライカだと思うんですね。だからその差なのかなっていうふうに感じます。で、ライカっていうのはもともとずっとカメラだけを作り続けて、もちろんフィルムの時代が長いわけですけれども、フィルムの時代からずっとカメラを作り続けているので、レンズの重要さっていうのは多分どのメーカーよりも強く認識しているのかなっていうのが印象ですね。がゆえにレンズが重要で、そこから出てくる光をどうやって忠実に表現するかっていうことで、実際に出てくる絵はその光がもろに感じるというか、光がもろに感じるっていうのは、そこにものがある実在感っていうのを、表現させるものなのかなっていうふうに思いました。で、今この SL2S につけてるレンズと、α7S3 につけてるレンズ、それぞれ 24mm から 70mm のズームレンズで、F 値は 2.8 同士のレンズになってます。で、なんでこんな似たスペックのカメラなのに出てくる絵が違うのかなってもう一つ調べたんですけども、いわゆるレンズでの性能を表現する MTF 曲線っていうのがあるんですけれども、簡単に言うとレンズの性能というかを、グラフで表すような内容のものになってるわけなんですけども、本当はグラフを比較してご覧いただきたいんですけど、ソニーのですねグラフは出てるんですけど、ライカの方がちょっと見つからなかったんで、出元がよくわからないものでちょっと比較したものなんで、明らかじゃないかもしれないんですけれども、そこで比較するとレンズありきのライカかと思ったら、グラフ上ではソニーのレンズの方が性能いいんですよね。あらゆる局面で性能がいい。で、あれ何が違うのかなって思った時に、ちょっと私車趣味で感じていたものにつながるものを感じたんですけど、ちょっと昔話になりますけど、私以前ロードスター、NA 型のロードスターに乗っていて、よくレースだったりとか、峠道走ったりとか、いろんなことをやっていて、で、ごく初期にですねマフラーをですね多分ね8本か9本ぐらい変えてるんですね。でっていうのは、気に入った音であり、かつ気に入った性能が欲しくて、もちろん見た目も気に入ったものが欲しくて、何本も何本も交換した経験があります。でその中で特徴的なものが2つあって、今回のライカとソニーのような感じなんですけど、性能は明らかに音もいい、さっきと走ればタイムが出るっていうマフラーがある一方、もう真反対なんですね。性能は正直言うと良くない。ただピークだけちょっと高回転の本当一番上のところだけちょっといいとか、音の盛り上がりがすごくいいとかいうマフラーってやっぱあるんですよね。それ実はですね、かなり初期に柿本が出していた 60π のメイン径が 60π で出口が 90π の柿本のマフラーなんですけれども、これはですね本当暴れ馬みたいなマフラーで、低回転は本当ないんですけど、高回転のごく一部のところがめちゃくちゃ美味しい回転があったんですよね。
でそこに向けていくためにですねアクセルをバンバン踏んでいくので結果タイムが出る時があるんですね。ただそのマフラーに乗れてないと全くタイムが出ないっていうすごく不思議なマフラーだったんですけども、それにライカってすごく似てるなと思いました。この、話って多分車を好きな方で漫画読まれる方、湾岸ミッドナイトでも似たようなエピソードあるかと思うんですけど、私それ似たようなのを感じていて経験していて、車であればドライバー、カメラであれば撮影者ですけれども、その気にさせるツールってあるんですよね。でライカはかなりそれが強いですね。その気にさせる絵が出てくる。ファインダー覗いたりモニター見てるともっと撮りたい、もっとこういう絵が欲しいというような気にさせるレンズでありカメラなのかなっていうふうに感じてます。ですごく抽象的な話をしてるんですけれども、ちょっと現実的なお話をすると、その差は何かって私が感じるものはですね、まず一つはピントが合うところ、ある一点にピントを合わせるとどのカメラもそうなんですけども、その後ろであったりとか手前っていうのはボケるわけなんですね。いわゆる前ボケとか後ろボケって言われるものですけれども、そのボケっていうのがなだらかにボケていくほど美しいレンズと言われているんですけれども、おそらくライカはですねピントが合ってるところからピントが外れ始めると一気にボケ始めるような、急にピントが合わなくなる、ボケていくっていうような曲線になっていったりとか、あともう一つあるのがコントラストの出方、暗いところが極端に暗く、でも情報はちゃんと残っていて、明るいところはパキッと明るく、コントラストがごくごく低い暗いところでしっかりコントラストが出るような絵作りがゆえに撮影者をその気にさせるというか、いい絵を出させる、撮らせるようなカメラなんじゃないかなっていうふうに私は推測してます。こういうカメラっていうのは例えば業務で、決まったものを記録するとか、いう撮影にはどっちかっていうと向かないかなというふうに思いますよね。どちらかというと作品作りだったりとか、その撮影者のテンションが、気持ちがちゃんと乗せていい映像って言えばいいんですかね、いうような映像に向いてるのかなっていうふうに思いましたね。でもね、本当に同じような構成ですけど全くキャラクターが違うカメラでめちゃくちゃ面白いですね。大前提で言うとこういう話っていうのはちゃんと撮れて当たり前、綺麗に撮れて当たり前っていう大前提の上で、もちろんそれなりの値段もしますから、綺麗に撮れてちゃんと撮れて当たり前っていう大前提の上で、さらにそれをどう超えてくるかっていうお話になってきますんで、そこら辺ちょっとご理解いただけるといいかなっていうふうに思います。とにかくですね、ほんと不思議なカメラで思った以上の絵を出してきてくれて、ほんとその気にさせるカメラですね。今めちゃくちゃ気に入ってますね。もう動画を編集していてですね、もうちょっとため息が出るというかですね、ちょっと前の動画で小川が流れてるような、渓流みたいなところの映像だったりとか、木々のところをフォーカスを送ってる絵だったりとか、また、調理していて鍋のちょっとアップで寄ってるような絵とかもできればですね、見直していただいてですね、大きな画面、なるべくスマートフォンではなくて、できればタブレット、できればパソコン、もっとできればテレビのような大きなモニターで見ていただけると、その絵のですね破壊力というかですね、美しさにね、ちょっとあっと思っていただける方がいらっしゃるかなというふうに思います。仕事で使う機材なんで趣味性ばかりを言ってはいられないんですけれども、私としてはやっぱり作品というものをですね、多少なりとも残したい、作りたいというふうに思っているので、やっぱりこういう機材は必要で、出てくる絵っていうのを大きく期待して、それを
作品の中の意味あるものにしていきたいっていうふうには、常々思ってるんで、今回いい機材を導入できたなというふうに思いました。ということで今回新たに導入した撮影機材のお話をさせていただきました。ということで最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければこの動画の高評価ボタンを押していただければと思います。そしてぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。